こんにちは、ポテトで今日もデータもやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今日のテーマはこちらですね。ライジング種とロースクリーマーどっちが決まるのかというところになっていきます。そもそもライジングと何が違うのみたいな話もあるんですけども、これをねやっていきたいなと思います。ワンテーマ一つ短くやっていきたいなと思います。まずロースクリーマー自体は 50% 未満の状態で発動しますよということに対して、ライジングに関してはね、パワーゲージが 65% 以上 95% 以下じゃないと発動しませんよという形になっていきますので、そこはね大きな違いではあるんですが、実際ライジングとロースクリーマーどっちの方が速いシュート打てんのみたいな話なんですよね。これをちょっと見ていきたいなと思います。まずはライジングから見ていきましょう。ペナ、入るか入らないかぐらいのところから打っていく、そんな形にしてきました。今回もね iPad に動きを記憶させて打っていきましたよという感じです。はい、見ていただきました。結構エグいシュート多いよね、やっぱりね。そんな感じしました。はい、ここからはロースクリーマーで打ってみます。これもね、iPad に動きを記憶させてますよという形になっていきます。結構距離が近いんで、入り具合に関してはそんなに変わんなかったのかなって感じがしますね。決定力に関してはですね、100本とかやってはないんでちょっとあれなんですけど、ただどうだろうね。そんなに変わんないのかな。この距離で言うとね、枠内シュートの本数とかで見ていくとね、そんなに変わんないのかなと思います。結構近いんでね、とは思いましたね。じゃあちょっとどっちの方が早いのかみたいな感じでやっていくんですけど、上がライジング、下がロースクリーマーになっております。ボールがねペナルティエリアに入ったところ合わせてきましたよというところで見ていきます。こんな感じです。はいということでですね、ご覧の通りですね、ライジングの方が早いですね。ボールのガジェの位置を見ていただければわかるかなと思うんですけども、ボール結構違うかもね。最大4つとか違うかもしれないですね。なのでさすがにライジングの方が早いという形になりました。ちょっとね全体的に見ていってもですね、ライジングの方がやっぱ早かったなって感じはしましたね。だいたい60コマ中の30コマぐらいでゴールに入って30コマ35コマぐらいかなで入るのがライジングっていう感じ。ロースクリーマーに関してはもうちょっとかかってたかな。33から38コマぐらいでゴールするみたいなイメージになってきましたね。なのでスピードだけ、単純に打ってからのスピードだけで言うとライジングの方が早かったという形になりました。ただもう一個これ忘れてはいけません。ライジングはもちろんです。ボタンを押してからシュートを打つまで時間がかかるんですよね。ボタンを押したタイミングで合わせてみたらどうなるのか、どちらもですねこのシュートボタンが認識された瞬間ですね、それを合わせてきました。見ていきましょう。ということで先にゴールに入るのはロースクリーマーなんですよ。というところですね。なのでシュートだけで言うとライジングの方が早いんだけども、トータルで見るとロースクリーマーの方が早いという形になりましたね。ちょっと距離、そのゴールまでの距離にもよったりとかね、周りのディフェンスの状況とかにもよるかなとは思うんですけど、基本的にはロースクリーマーの方が多分実戦では使いやすいのかなと思いますね。結構な差が、こう見ちゃうとねあるとは思うんで、ましてやゴール前なんてディフェンダー絶対ねいないことほぼないはずなので、そう考えるとこっちの方が良いのかなって感じはしちゃいますかね。本当にミドルレンジ、それこそ結構もうちょっと後ろのねところからだとライジングの方が良いってことはあるのかなとは思います。ということで検証結果としてはですね、シュート自体のスピードとかで言うとライジングの方が高い。ただボタンを押してから発動まで、ゴールに入るまでのことを考えるとロースクリーマーの方が基本的には使いやすいということを肝に銘じておいてくれると良いのかなと思います。あとね使ってると分かるんですけど、実際ライジングって 65% から 95% の間にメーターを合わせるってね地味に大変なんですよね。ほんと一瞬ではあるんですけど、でも逆にロースクリーマーに関してはそんなに気にせずにですね、ちょんって 50% 以下全部発動するんで、適当にちょんってインパクトってやれば基本的に発動するって考えるとよりねロースクリーマーの方が多分使いやすいし、得点にも結びつきやすいのかなみたいなね気はします。ただですね、これはねもうやってる人もわかるかなと思うんですけど、50% 以下だとですね、ミドルレンジのシュートで、ね、結構ギリなイメージというかね、ほんとペナルティエリア付近とかだと本当にロースクリーマーのこのね発動条件ぴったりだと思うんですけど、もうちょっと後ろになっちゃうとちょっとね、特にキーパー最近は強いキーパーいっぱいいるんで、そう考えるとね割と弾かれることの方が多いかなと思うんで、そこまでどうだろうな、ミドルシュート打つかどうかあれですけど、その辺はね頭に入れておいていただけると、そもそもミドルシュートがめちゃめちゃ入りやすい環境なのかと言われるとそうではないから、ということはねちゃんと押さえておくと良いかなと思います。
はい、というところでいかがだったでしょうか。今日はね、ざっとね、これで終わりたいなと思います。もうちょっとね、他にもいろいろ小ネタじゃないですけど、やっていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、この動画良かったら参考になって面白かったなと思った方でね、高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。